ボーイズグループはソロよりもやっぱ人数がいるから、そのファンの人数も一人一人にやっぱつくから、ファンの人数が増える、ででも自分たちで決めてるとこもあると思うけど、事務所の人たちが方向性とかも一緒に考えてくれる、ケアがちゃんと整ってることと、でソロアーティストよりもそのパフォーマンスの迫力を出せる人数が多いから。まずソロに関しては、自分のやっぱ世界観というか、その自分が見せたいものをまずどういうふうに見せるかっていうのを自分で決めれることができるっていうところと、なんかその分やっぱより自分の色を出さないといけないというか、こう自分のその色を提示するっていうことが大事だと思っていて、でそんな自分を支えてくれてるこれは後でも出てくるんですけど、やっぱ自分を支えてくれてるっていうのがグループよりも多分一番恩恵があると思うんで、やっぱそのチーム感の大切さとか、あとはやっぱステージングの違い、どういうふうに見せるとか、どういうふうにこう曲を構成していくとかっていうのをこう自分で考えなきゃいけないっていう、逆に言うと自分で考えることができるっていうところがやっぱソロであるかな。ソロは出したい色っていうのをグループに比べて出しやすいので、それにつながるんですけど、ある程度決まった色があるアーティストごとに、もちろん一人でやっててもあれしたりこれしたりってもちろんできるけど、ある程度は決まった形があったりするのかな。いきます。まず1枚ずついくと、ソロは出費が1人用、でソロは制作時は1人のアーティストの魅力を考えて作ればいい。ソロは合わせることがあまりない、合わせない。ソロは練習は1人、ソロは作るがメインな傾向がある。これはあくまで俺の偏見だけど、作ることがメインなんじゃないかなって思う。でグループは出費が人数分、グループは制作時は人数分の魅力を考えて作らなきゃいけない。グループは合わせることが多い。グループは練習はみんなでする。グループは1曲を人数分で歌う。じゃあ質問ね、ある程度決まった色があるからソロ、でこれって、なんか、もっと話聞きたいなと。ある程度決まった色はそうね、これはわりかしほんまに多分一番合う言葉がある程度、なんか絶対に決まってるわけでもないし、もちろんグループに比べたら幅はちょっと狭いかもわからへんけど、でも多分その時その時でしたいことがデビューから引退までずっと同じソロのアーティストって多分いないし、で一緒に仕事をする相手によってもある程度ちょっとまた前とは違った色を出せたりとかするから、ほんまにある程度、やからといって人が変わった瞬間こんなに違う曲を出すか言ったらそんなこともないだろうから、ほんまに言葉の通りある程度決まった色がある。なんか社長見ててさ、そう今思った。あんまなんかすっごいいろんなことしてるから、そうね、これグループなんじゃないかな。多分今の感じ聞いててあれね、だから社長で言ったらさ、ラッパーっていう色があるじゃん、ラッパーっていう一つの色がこう広がっていくことがあるから、多分ある程度決まった色があるっていう感じ。能力にもよるのかな。わりかし社長はスーパーマンな部分があるからなんか特例っちゃ特例
うん社長みたいな人がめちゃくちゃいっぱいいるかって言ったらそんなこともないから特例だね結構特例やから結構これは、一般的ないわゆるソロの人かな、まあシンガーとかそうやって言われてただ結局、どれにも共通しているのは能力にもよるけどそうね社長を言われると確かにちょっとあれかもしれんけど確かにそう思ったらソロもなんか結構チームでやってる人も多いかも、と思うでもチームでなんかどっちにしてもチームでやると思う俺は、なんか俺はそこのやっぱ関わり方の違いが結構大きいと思う。そのチームの中の例えばなんか本当書いた通りなんですけど、やっぱ自分一人をプロデュースしてくれるチームとそのグループ全体をまとめてくれるチームの違いって結構大きいと思ってて、レイコが書いてたけどやっぱその人数分必要だしその関わるのにも、けどやっぱ一人一人を作らなきゃいけないプラスそれを全体で仕上げなきゃいけないっていうその大変さがやっぱグループは多分とんでもないと思うから、そういうところがその一つチームっていう言葉の中でも違うかなっていう。